異常な興奮を求めて集った7人の死活名らしい男が、私もその中の一人だった。わざわざそのためにしつらえた赤い部屋の黄色のビロードで張った深い肘掛け椅子にもたれ込んで、今晩の話し手が何事か怪異な物語を話し出すのを今か今かと待ち構えていた。7人の真ん中には、これも黄色のビロードで覆われた一つの大きな丸テーブルの上に、古風な彫刻のある燭台に刺された三丁の太いろうそくがゆらゆらとかすかに揺れながら燃えていた。部屋の四周には窓や入り口のドアさえ残さないで、天井から床まで真っ赤な重々しい垂れ絹が豊かなひだを作ってかけられていた。ロマンチックなろうそくの光がその静脈から流れ出したばかりの血のようにも、どす黒い色をした垂れ絹の表に我々7人の異様に大きな影帽子を投げていた。そして、その影帽子は、ろうそくの炎につれて、いくつかの巨大な昆虫でもあるかのように、垂れ絹のひだの曲線の上を伸びたり縮んだりしながら這い歩いていた。いつもながらその部屋は、私をちょうど途方もなく大きな生物の心臓の中に座ってでもいるような気持ちにした。私にはその心臓が、大きさに相応したのろさを持って、ドキン、ドキンと脈打つ音さえ感じられるように思えた。誰も物を言わなかった。私はろうそくを透かして、向こう側に腰掛けた人たちの赤黒く見える影の多い顔を、何ということなしに見つめていた。それらの顔は、不思議にも、おのおの面のように、無表情に微動さえしないかと思われた。やがて、今晩の話し手と定められた新入会員の T 氏は、腰掛けたままで、じっとろうそくの火を見つめながら、次のように話し始めた。私は、陰影の加減で骸骨のように見える彼の顎が、物を言うたびにガクガクと物寂しく合わさる様子を、怪奇なからくり仕掛けの生人形でも見るような気持ちで眺めていた。私は、自分では確かに正気のつもりでいますし、人もまたそのように取り扱ってくれていますけれど、全く正気なのかどうかわかりません。狂人かもしれません。それほどでないとしても、何かの精神描写というようなものかもしれません。とにかく、私という人間は、不思議なほどこの世の中がつまらないのです。生きているということが、もう退屈でしようがないのです。はじめのうちは、でも、人並みにいろいろの道楽にふけった時代もありましたけれど、それが何一つ、私の生まれつきの退屈を慰めてはくれないで、かえって、もうこれで世の中の面白いことというものはおしまいなのか、なんだ、つまらない、という失望ばかりが残るのでした。で、だんだん、私は何かをやるのが億劫になってきました。例えば、これこれの遊びは面白い。きっとお前を有頂天にしてくれるだろう。というような話を聞かされますと、おお、そんなものがあったのか。では早速やってみよう。と乗り気になる代わりに、まず頭の中でその面白さをいろいろと想像してみるのです。そして、散々想像を巡らした結果はいつも、なーに、大したことはない、と見くびってしまうのです。そんな風で、一時私は文字通り何もしないで、ただ飯を食ったり、起きたり、寝たりするばかりの日を暮らしていました。そして、頭の中だけで、いろいろな空想を巡らしては、これもつまらない、あれも退屈だと、片っ端からけなしつけながら、死ぬよりも辛い、それでいて人目にはこの上もなく安易な生活を送っていました。これが私がその日その日のパンに追われるような境遇だったらまだ良かったのでしょう。たとえ強いられた労働にしろ、とにかく何かすることがあれば幸福です。それともまた、私がとびっきりの大金持ちででもあったらもっと良かったかもしれません。私はきっとその大金の力で歴史上の暴君たちがやったような素晴らしい贅沢や血生臭い遊戯や、その他
様々な楽しみにふけることができたでありましょうが、もちろん、それも叶わぬ願いだとしますと、私はもう、あのおとぎ話にある物草太郎のように、いっそ死んでしまった方がましなほど、寂しく物憂いその日その日を、ただじっとして暮らすほかはないのでした。こんな風に申し上げますと、皆さんはきっと、そうだろう、そうだろう。しかし世の中の事柄に退屈しきっている点では、我々だって決してお前に引けを取りはしないのだ。だからこんなクラブを作って、何とかして異常な興奮を求めようとしているのではないか。お前もよくよく退屈なればこそ、今、我々の仲間へ入ってきたのであろう。それはもう、お前の退屈していることは、今更聞かなくてもよくわかっているのだ。と、おっしゃるに相違ありません。本当にそうです。私は何も、くどくどと退屈の説明をする必要はないのでした。そして、あなた方が、そんな風に退屈がどんなものだかをよく知っていらっしゃると思えばこそ、私は今夜、この席に列して、私のへんてこな身の上話をお話ししようと決心したのでした。私はこの開花のレストランへはしょっちゅう出入りしていまして、自然、ここにいらっしゃるご主人ともお心安く、だいぶ以前からこの赤い部屋の会のことを聞き知っていたばかりでなく、一切ならず入会することを勧められてさえいました。それにもかかわらず、そんな話には一も二もなく飛びつきそうな退屈屋の私が今日まで入会しなかったのは、私が失礼な申し分かもしれませんけれど、皆さんなどとは比べ物にならぬほど退屈しきっていたからです。退屈しすぎていたからです。犯罪と探偵の遊戯ですか、高齢術、その他の心霊上の様々な実験ですか、オブシーンピクチャーの活動写真や実演やその他のセンジュアルな遊戯ですか、刑務所や風天病院や解剖学教室などの参観ですか、まだそういうものにいくらかでも興味を持ちうるあなた方は幸福です。私は皆さんが死刑執行の隙見を企てていられると聞いた時でさえ少しも驚きはしませんでした。と言いますのは、私はご主人からそのお話のあった頃には、もうそういうありふれた刺激には飽き飽きしていたばかりでなく、ある世にも素晴らしい遊戯と言っては少し空恐ろしい気がしますけれど、私にとっては遊戯と言ってもよい一つの事柄を発見して、その楽しみに夢中になっていたからです。その遊戯というのは、突然申し上げますと、皆さんはびっくりなさるかもしれませんが、人殺しなんです。本当の殺人なんです。しかも、私はその遊戯を発見してから、今日までに100人に近い男や女や子供の命を、ただ退屈を紛らす目的のためばかりに奪ってきたのです。あなた方は、では、私が今その恐ろしい罪悪を介護して、懺悔話をしようとしているかと早がてんなさるかもしれませんが、ところが、決してそうではないのです。私は少しも介護などしてはいません。犯した罪を恐れてもいません。それどころか、ああ、なんということでしょう。私は近頃になって、その人殺しという血生臭い刺激にすら、もう飽き飽きしてしまったのです。そして、今度は他人ではなくて、自分自身を殺すような事柄に、あのアヘンの喫煙にふけり始めたのです。さすがにこれだけは、そんな私にも命は惜しかったと見えまして、我慢に我慢をしてきたのですけれど、人殺しさえ飽き果てては、もう自殺でも目論む他には、刺激の求めようがないではありませんか。私はやがてほどなく、アヘンの毒のために命を取られてしまうでしょう。そう思いますと、せめて筋道の通った話のできる間に、私は誰かに私のやってきたことを打ち明けておきたいのです。それには、この赤い部屋の方々が一番ふさわしくはないでしょうか。そういうわけで、私は実は皆さんのお仲間入りがしたいためではなくて、ただ私のこの変な身の上話を聞いてもらいたいばかりに、
会員の一人に加えていただいたのです。そして、幸いにも新入会の者は必ず最初の晩に何か会の趣旨に沿うようなお話をしなければならぬ決めになっていましたので、こうして今晩、その私の望みを果たす機会を捉えることができた次第なのです。それは今からざっと3年ばかり以前のことでした。その頃は今も申し上げましたように、あらゆる刺激に飽き果てて何の生きがいもなく、ちょうど一匹の退屈という名前を持った動物でもあるように、のらりくらりと日を暮らしていたのですが、その年の春、といってもまだ寒い自分でしたから、多分2月の終わりか3月の初め頃だったのでしょう。あるよ、私は一つの妙な出来事にぶつかったのです。私が100人もの命を取るようになったのは、実にその晩の出来事が動機をなしたのでした。どこかで夜更かしをした私は、もう1時頃でしたろうか、少し酔っ払っていたと思います。寒い夜なのに、ぶらぶらと車にも乗らないで家路をたどっていました。もう一つ横丁を曲がると、一丁ばかりで私の家だという、その横丁を何気なくひょいと曲がりますと、出会い頭に一人の男が何か狼狽している様子で慌ててこちらへやってくるのにばったりぶつかりました。私も驚きましたが、男は一層驚いたと見えて、しばらく黙って突っ立っていましたが、おぼろげな街灯の光で私の姿を認めると、いきなり、この辺に医者はないかと尋ねるではありませんか。よく聞いてみますと、その男は自動車の運転手で、今そこで一人の老人を、こんな夜中に一人でうろついていたところを見ると、多分不老の徒だったのでしょう。引き倒して大怪我をさせたというのです。なるほど見れば、すぐ2、3軒向こうに一台の自動車が止まっていて、そのそばに人らしいものが倒れて、とかすかにうめいています。交番といってもだいぶ遠方ですし、それに負傷者の苦しみがひどいので、運転手は何はさておき、まず医者を探そうとしたのに相違ありません。私はその辺の地理は自宅の近所のことですから、医院の所在などもよくわきまえていましたので、早速こう教えてやりました。ここを左の方へ2丁ばかり行くと、左側に赤い見当のついた家がある。M 医院というのだ。そこへ行って叩き起こしたらいいだろう。すると運転手はすぐさま助手に手伝わせて、負傷者をその M 医院の方へ運んで行きました。私は彼らの後ろ姿が闇の中に消えるまで、それを見送っていましたが、こんなことに関わり合っていてもつまらないと思いましたので、やがて家に帰って、私は一人者なんです。バーヤの敷いてくれた床へ入って、酔っていたからでしょう。いつになくすぐに寝入ってしまいました。実際何でもないことです。もし私がそのままその事件を忘れてしまいさえしたら、それっきりの話だったのです。ところが、翌日目を覚ましたとき、私は前夜のちょっとした出来事をまだ覚えていました。そして、あの怪我人は助かったかしら、などと、用もないことまで考え始めたものです。すると、私はふと変なことに気がつきました。いや、俺は大変な間違いをしてしまったぞ。私はびっくりしました。いくら酒に酔っていたとはいえ、決して正気を失っていたわけではないのに、私としたことが、何と思ってあの怪我人を M 医院などへ担ぎ込ませたのでしょう。ここを左の方へ2丁ばかり行くと、左側に赤い見当のついた家がある。というその時の言葉もすっかり覚えています。なぜその代わりに、ここを右の方へ1丁ばかり行くと、K 病院という外科専門の医者がある。と言わなかったのでしょう。私の教えた M というのは評判のやぶ医者で、しかも外科の方はできるかどうかさえ疑わしかったほどなのです。ところが M とは反対の方角で M よりはもっと近いところに立派に設備の整った K という外科病院があるではありませんか。無論私はそれをよく知っていたはずなのです。
知っていたのになぜ間違ったことを教えたか。その時の不思議な心理状態は今になってもまだよくわかりませんが、おそらく度忘れとでも言うのでしょうか。私は少し気がかりになってきたものですから、バーヤにそれとなく近所の噂などを探らしてみますと、どうやら怪我人は M 医院の診察室で死んだ塩梅なのです。どこの医者でもそんな怪我人なんか担ぎ込まれるのは嫌がるものです。まして夜半の1時というのですから無理もありませんが、M 医院ではいくら戸を叩いても何のかんのと言ってなかなか開けてくれなかったらしいのです。散々暇取らせた挙句、やっと怪我人を担ぎ込んだ自分には、もうよほど手遅れになっていたに相違ありません。でも、その時もし M 医院の主が、私は専門医でないから、近所の軽病院の方へ連れて行け、とでも指図をしたなら、あるいは怪我人は助かっていたのかもしれませんが、なんという無茶なことでしょう。彼はおのずから、その難しい患者を処理しようとしたらしいのです。そして、しくじったのです。何でも噂によりますと、M 氏はうろたえてしまって、不当に長い間怪我人をいじくり回していたとかいうことです。私はそれを聞いて、なんだか変な気持ちになってしまいました。この場合、かわいそうな老人を殺した者は、果たして何人でしょうか。自動車の運転手と M 医師ともに、それぞれ責任のあることは言うまでもありません。そしてそこに法律上の処罰があるとすれば、それはおそらく運転手の過失に対して行われるのでしょうが、事実上、最も重大な責任者は、この私だったのではありますまいか。もしその際私が M 医院でなくて、軽病院を教えてやったとすれば、少しのヘマもなく、怪我人は助かったのかもしれないのです。運転手は単に、怪我をさせたばかりです。殺したわけではないのです。M 医師は、医術上の技量が劣っていたためにしくじったのですから、これもあながち咎めるところはありません。よしまた、彼に責を負うべき点があったとしても、その元はといえば、私が不適当な M 医院を教えたのが悪いのです。つまり、その時の私の指図次第によって、老人を生かすことも、殺すこともできたわけなのです。それは怪我をさせたのは、いかにも運転手でしょう。けれど殺したのは、この私だったのではありますまいか。これは私の指図が全く偶然の過失だったと考えた場合ですが、もしそれが過失ではなくて、その老人を殺してやろうという私の恋から出たものだったとしたら、一体どういうことになるのでしょう。言うまでもありません。私は事実上、殺人罪を犯したものではありませんか。しかし、法律はたとえ運転手を罰することはあっても、事実上の殺人者である私というものに対しては、おそらく疑いをかけさえしないでしょう。なぜと言って、私と死んだ老人とはまるきり関係のないことがよくわかっているのですから。そしてたとえ疑いをかけられたとしても、私はただ外科医院のあることなど忘れていたと答えさえすればよいではありませんか。それは全然心の中の問題なのです。皆さんはかつてこういう殺人法について考えられたことがおありでしょうか。私はこの自動車事件で初めてそこへ気がついたのですが、考えてみますと、この世の中はなんという堅能至極な場所なのでしょう。いつ私のような男が何の理由もなく故意に間違った医者を教えたりして、そうでなければ取り留めることができた命を不当に失ってしまうような目に遭うか分かったものではないのです。これはその後、私が実際やってみて成功したことなのですが、田舎のおばあさんが電車線路を横切ろうと、まさに線路に片足をかけた時に、無論そこには電車ばかりでなく、自動車や自転車や馬車や人力車などがおるように行き違っているのですから、そのおばあさんの頭は十分混乱しているに相違ありません。その片足をかけた刹那に、急行電車か何かが疾風のようにやってきて、おばあさんから2、3軒のところまで迫ったと仮定します。その際、おばあさんがそれに気づかないで、そのまま線路を横切ってしまえば何のことはないのですが、
誰かが大きな声で、おばあさん、危ないと、怒鳴りでもしようものなら、たちまち慌ててしまって、そのまま突き切ろうか、一度後へ引き返そうかと、しばらく孫つくに相違ありません。そして、もしその電車が、あまり短いために急停車もできなかったとしますと、おばあさん危ないというたった一言が、そのおばあさんに大怪我をさせ、悪くすれば命までも取ってしまわないとは限りません。先も申し上げました通り、私はある時、この方法で一人の田舎者をまんまと殺してしまったことがありますよ。T 氏はここでちょっと言葉を切って気味悪く笑った。この場合、危ないと声をかけた私は明らかに殺人者です。しかし、誰が私の殺意を疑いましょう。何の恨みもない見ず知らずの人間を、ただ殺人の興味のためばかりに殺そうとしている男があろうなどと想像する人がありましょうか。それに、危ないという注意の言葉は、どんな風に解釈してみたって、行為から出たものとしか考えられないのです。表面上では、死者から感謝されこそすれ、決して恨まれる理由がないのです。皆さん、なんと安全至極な殺人法ではありませんか。世の中の人は、悪事は必ず法律に触れ、相当の処罰を受けるものだと信じて、愚かにも安心しきっています。誰にしたって、法律が人殺しを見逃そうなどとは想像もしないのです。ところがどうでしょう。今申し上げました二つの実例から類推できるような、少しも法律に触れる気遣いのない殺人法が考えてみれば、いくらもあるではありませんか。私はこのことに気づいたとき、世の中というものの恐ろしさに戦慄するよりも、そういう罪悪の余地を残しておいてくれた創造主の余裕を、この上もなく愉快に思いました。本当に私は、この発見に狂気しました。なんと素晴らしいではありませんか。この方法によりさえすれば、大聖の盛大にこの私だけは、いわば切り捨て御免も同様なのです。そこで私はこの種の人殺しによって、死にそうな退屈を紛らすことを思いつきました。絶対に法律に触れない人殺し、どんなシャーロック・ホームズだって見破ることのできない人殺し。ああ、なんという申し分のない眠気覚ましでしょう。以来私は3年の間というもの、人を殺す楽しみにふけって、いつの間にか刺し物退屈をすっかり忘れ果てていました。皆さん、笑ってはいけません。私は戦国時代の豪傑のように、100人斬りを、無論、文字通り切るわけではありませんけれど、100人の命を取るまでは、決して中途でこの殺人をやめないことを、私自身に誓ったのです。今から三月ばかり前です。私はちょうど99人だけ済ませました。そして、あと一人になった時、先にも申し上げました通り、私はその人殺しにももう飽き飽きしてしまったのですが、それはともかく、ではその99人をどんな風にして殺したか。もちろん、99人のどの人にも少しだって恨みがあったわけではなく、ただ人知れぬ方法とその結果に興味を持ってやった仕事ですから、私は一度も同じやり方を繰り返すようなことはしませんでした。一人殺した後では、今度はどんな新工夫でやっつけようかと、それを考えるのがまた一つの楽しみだったのです。しかし、この席で私のやった99の異なった殺人法をことごとくお話しする暇もありませんし、それに今夜私がここへ参りましたのは、そんな個々の殺人方法を告白するためではなくて、そうした極悪非道の罪悪を犯してまで退屈を免れようとした。そしてまた、ついにはその罪悪にすら飽き果てて、今度はこの私自身を滅ぼそうとしている世の常ならぬ私の心持ちをお話しして、皆さんのご判断を仰ぎたいためなのですから、その殺人法については、ほんの2、3の実例を申し上げるに留めておきたいと存じます。この方法を発見して間もなくのことでしたが、こんなこともありました。私の近所に一人のあんまがいまして、
それがフグなどによくあるひどい強情者でした。他人が親切からいろいろ注意などしてやりますと、かえってそれを逆にとって、目が見えないと思って人をバカにするな。それくらいのことはちゃんと俺にだって分かっているわい。という調子で、必ず相手の言葉に逆らったことをやるのです。どうして並々の強情さではないのです。ある日のことでした。私がある大通りを歩いていますと、向こうからその強情者のあんまがやってくるのに出会いました。彼は生意気にも杖を肩に担いで鼻歌を歌いながらひょっこりひょっこりと歩いています。ちょうどその町には昨日から下水の工事が始まっていて、往来の片側には深い穴が掘ってありましたが、彼はめくらのことで片側往来止めの立て札など見えませんから、何の気もつかず、その穴のすぐそばをのんきそうに歩いているのです。それを見ますと、私はふと一つの妙案を思いつきました。そこで、いや、N 君、とあんまの名を呼びかけ、よく領事を頼んでお互いに知り合っていたのです。そら、危ないぞ。左へ寄った、左へ寄った。と怒鳴りました。それをわざと少し冗談らしい調子でやったのです。というのは、こう言えば彼は日頃の性質からきっとからかわれたのだと邪推して、左へは寄らないで、わざと右へ寄るに相違ないと考えたからです。案の定彼は、ご冗談ばっかり。などと声色めいた口返答をしながら、矢庭に反対の右の方へ2足3足寄ったものですから、たちまち下水工事の穴の中へ片足を踏み込んで、あっという間に一畳もあるその底へと落ち込んでしまいました。私はさも驚いた風を装って穴の縁へ駆け寄り、うまくいったかしら、と覗いてみましたが、彼は打ちどころでも悪かったのか、穴の底にぐったりと横たわって、穴の周りに突き出ている鋭い石でついたのでしょう。一分狩りの頭に赤黒い血がたらたらと流れているのです。それから舌でも噛み切ったと見えて、口や鼻からも同じように出血しています。顔色はもう蒼白で、うなり声を出す元気さえありません。こうしてこのあんまは、でもそれから1週間ばかりは虫の息で生きていましたが、ついに絶命してしまったのです。私の計画は見事に成功しました。誰が私を疑いましょう。私はこのあんまを日頃ひいきにしてよく呼んでいたくらいで、決して殺人の動機になるような恨みがあったわけではなく、それに表面上は右に落とし穴のあるのを避けさせようとして、左へ寄れ、左へ寄れ、と教えてやったわけなのですから、私の行為を認める人はあっても、その親切らしい言葉の裏に恐るべき殺意が込められていたと想像する人があろうはずはないのです。ああ、なんという恐ろしくも楽しい遊戯だったのでしょう。巧妙なトリックを考え出した時の、おそらく芸術家のそれにも匹敵する歓喜。そのトリックを実行する時のワクワクした緊張。そして目的を果たした時の言い知れぬ満足。それにまた、私の犠牲になった男や女が、殺人者が目の前にいるとも知らず、血みどろになって狂い回る断末魔のありさま。最初の間、それらがどんなに私を有頂天にしてくれたことでしょう。ある時はこんなこともありました。それは夏のどんよりと曇った日のことでしたが、私はある郊外の文化村とでも言うのでしょう。10軒余りの西洋館がまばらに立ち並んだところを歩いていました。そして、ちょうどその中でも一番立派なコンクリート造りの西洋館の裏手を通りかかった時です。ふと妙なものが私の目に留まりました。と言いますのは、その時私の鼻先をかすめて勢いよく飛んでいった一匹のスズメが、その家の屋根から地面へ引っ張ってあった太い針金にちょっと止まると、いきなり跳ね返されたように下へ落ちてきて、そのまま死んでしまったのです。変なこともあるものだと思ってよく見ますと、その針金というのは西洋館の尖った屋根の頂上に立っている避雷針から出ていることがわかりました。無論針金には皮膜が施されていましたけれど、
今スズメの止まった部分はどうしたことかそれが剥がれていたのです。私は電気のことはよく知らないのですが、どうかして空中電気の作用とかで避雷針の針金に強い電流が流れることがあるとどっかで聞いたのを覚えていて、さてはそれだなと気づきました。こんなことに出くわしたのは初めてだったものですから、珍しいことに思って私はしばらくそこに立ち止まってその針金を眺めていたものです。するとそこへ西洋館の横手から兵隊ごっこか何かして遊んでいるらしい子供の一団がガヤガヤ言いながら出てきましたが、その中の6つか7つの小さな男の子が、他の子供たちはさっさと向こうへ行ってしまったのに、一人後に残って何をするのかと見ていますと、今の避雷針の針金の手前の小高くなったところに立って前をまくると立ち小便を始めました。それを見た私はまたもや一つの妙計を思いつきました。私は中学時代に水が電気の導体だということを習ったことがあります。今子供が立っている小高いところからその針金の皮膜の取れた部分へ小便を仕掛けるのはわけのないことです。小便は水ですからやっぱり導体に相違ありません。そこで私はその子供にこう声をかけました。おい坊ちゃん、その針金へ小便をかけてごらん。届くかい？すると子供は、なーに、わけないや。見ててごらん。そう言ったかと思うと、姿勢を変えて、いきなり針金の地の現れた部分をめがけて小便を仕掛けました。そして、それが針金に届くか届かないに、恐ろしいものではありませんか。子供はビョンと一つ踊るように飛び上がったと思うと、そこへばったり倒れてしまいました。後で聞けば、避雷針にこんな強い電流が流れるのは非常に珍しいことなのだそうですが、かようにして私は生まれて初めて人間の感電して死ぬところを見たわけです。この場合も無論、私は少しだって疑いを受ける心配はありませんでした。ただ、子供の死骸に取りすがって泣き入っている母親に丁重な悔やみの言葉を残して、その場を立ち去りさえすればよいのでした。これもある夏のことでした。私はこの男を一つ生贄にしてやろうと目指していたある友人といっても、決してその男に恨みがあったわけではなく、長年の間無二の親友として付き合っていたほどの友達なのですが、私にはかえってそういう仲のいい友達などを何にも言わないでニコニコしながらあっという間に死骸にしてみたいという異常な望みがあったのです。その友達と一緒に房州のごく偏僻なある漁師町へ秘書に出かけたことがあります。無論海水浴場というほどの場所ではなく、海にはその部落の赤銅色の肌をした小わっぱたちがバチャバチャやっているだけで、都会からの客といっては私たち二人の他には画学生らしい連中が数人、それも海へ入るというよりはその辺の海岸をスケッチブック片手に歩き回っているに過ぎませんでした。名の売れている海水浴場のように都会の少女たちの優美な肉体が見られるわけではなく、宿といっても東京のキチン宿みたいなもので、それに食べ物も刺身の他のものはまずくて口に合わず、随分寂しい不便なところではありましたが、その私の友達というのが私とはまるで違って、そうしたひなびた場所で孤独な生活を味わうのが好きな方でしたのと、私は私でどうかしてこの男をやっつける機会をつかもうと焦っていた際だったものですから、そんな漁師町に数日の間も落ち着いていることができたのです。ある日、私はその友達を海岸の部落からだいぶ隔たったところにあるちょっと断崖みたいになった場所へ連れ出しました。そして、飛び込みをやるのにはもってこいの場所だ、などと言いながら、私は先に立って着物を脱いだものです。友達もいくらか水泳の心得があったものですから、なるほど、これはいい、と私に倣って着物を脱ぎました。そこで、私はその断崖の端に立って、両手をまっすぐに頭の上に伸ばし、1、2、3と思い切りの声で怒鳴っておいて、ぴょんと飛び上がると、見事な弧を描いて、坂島に前の海面へと飛び込みました。パチャンと体が水についた時に、胸と腹の呼吸でスイッと水を切って、
わずか2、3尺潜るだけで、飛び魚のように向こうの水面へ体を現すのが飛び込みのコツなんですが、私は小さい自分から水泳が上手で、この飛び込みなんかも朝飯前の仕事だったのです。そうして、岸から14、5軒も離れた水面へ首を出した私は、立ち泳ぎというやつをやりながら、片手でブルッと顔の水を払って、おい、飛び込んでみろと友達に呼びかけました。すると、友達は無論何の気もつかないで、よしと言いながら、私と同じ姿勢をとり、勢いよく私の後を追ってそこへ飛び込みました。ところが、しぶきを立てて海へ潜ったまま、彼はしばらく経っても再び姿を見せないではありませんか。私はそれを予期していました。その海の底には、水面から1軒ぐらいのところに大きな岩があったのです。私は前もってそれを探っておき、友達の腕前では飛び込みをやれば必ず1軒以上潜るに決まっている。したがって、この岩に頭をぶつけるにそういないと見込みをつけてやった仕事なのです。ご承知でもありましょうが、飛び込みの技は上手なものほど、この水を潜る度が少ないので、私はそれには十分熟練していたものですから、海底の岩にぶつかる前にうまく向こうへ浮き上がってしまったのですが、友達は飛び込みにかけてはまだほんの素人だったので、真っ逆さまに海底へ突き入って、嫌というほど頭を岩へぶつけたにそういないのです。案の定、しばらく待っていますと、彼はぽっかりとマグロの死骸のように海面に浮き上がりました。そして波の間に間に漂っています。言うまでもなく、彼は気絶しているのです。私は彼を抱いて岸に泳ぎ着き、そのまま部落へ駆け戻って、宿の戻に急を告げました。そこで出漁を休んでいた漁師などがやってきて、友達を介抱してくれましたが、ひどく脳を打ったためでしょう。もう蘇生の見込みはありませんでした。見ると、頭のてっぺんが5、6寸切れて、白い肉がむくれ上がっている。その頭の置かれてあった地面には、おびただしい血潮が赤黒く固まっていました。後にも先にも、私が警察の取り調べを受けたのはたった2度きりですが、その一つがこの場合でした。何分、人の見ていないところで起こった事件ですから、一応の取り調べを受けるのは当然です。しかし、私とその友達とは親友の間柄で、それまでにいさかい一つしたこともないと分かっているのですし、また当時の事情としては、私も彼もその海底に岩のあることを知らず、幸い私は水泳が上手だったために危ないところを逃れたけれども、彼はそれが下手だったばっかりに、この不祥事を引き起こしたのだということが明白になったものですから、難なく疑いは晴れ、私はかえって警察の人たちから、友達を亡くされてお気の毒です、と悔やみの言葉までかけてもらうありさまでした。いや、こんな風に一つ一つ実例を並べていたんでは再現がありません。もうこれだけ申し上げれば、皆さんも私のいわゆる絶対に法律に触れない殺人法を大体お分かりくださったことと思います。すべてこの調子なんです。ある時はサーカスの見物人の中に混じっていて、突然、ここでお話しするのは恥ずかしいような途方もないへんてこな姿勢を示して、高いところで綱渡りをしていた女芸人の注意を奪い、その女を墜落させてみたり、火事場で我が子を求めて反響欄のようになっていたどっかの細君に、子供は家の中に寝かせてあるのだ。そら、泣いている声が聞こえるでしょ。などと暗示を与えて、その細君を猛火の中へ飛び込ませ、つい焼殺してしまったり、あるいはまた、今や身投げをしようとしている娘の背後から、突然、待ったと、頓狂な声をかけて、そうでなければ、身投げを思い止まったかもしれないその娘を、はっとさせた拍子に、水の中へ飛び込ませてしまったり、それは、お話しすれば限りもないのですけれど、もうだいぶ夜も更けたことですし、それに、皆さんもこのような残酷な話は、もうこれ以上お聞きになりたくないでしょうから、最後に少し風変わりなのを一つだけ申し上げて、よすことにいたしましょう。今までお話ししましたところでは、私はいつも一度に一人の人間を殺しているように見えますが、そうでない場合もたびたびあったのです。でなければ、3年足らずの年月の間に、しかも少しも法律に触れないような方法で、
99人もの人を殺すことはできません。その中でも最も多人数を一度に殺しましたのは、そうです。昨年の春のことでした。皆さんも当時の新聞記事できっとお読みのことと思いますが、中央線の列車が転覆して多くの負傷者や死者を出したことがありますね。あれなんです。バカバカしいほど造作もない方法だったのですが、それを実行する土地を探すのにはかなり手間取りました。ただ最初から中央線の沿線ということだけは見当をつけていました。というのは、この線は私の計画には最も便利な山路を通っているばかりでなく、列車が転覆した場合にも中央線には日頃から事故が多いのですから、またかというくらいで他の線ほど目立たない利益があったのです。それにしても注文通りの場所を見つけるのにはなかなか骨が折れました。結局 M 駅の近くの崖を使うことに決心するまでには十分1週間はかかりました。M 駅にはちょっとした温泉場がありますので、私はそこのある宿へ泊まり込んで、毎日湯に入ったり散歩をしたり、いかにも長泊まりの当時客らしく見せかけようとしたのです。そのためにまた10日余り無駄に過ごさねばなりませんでしたが、やがてもう大丈夫だという時を見計らって、ある日、私はいつものようにその辺の山路を散歩しました。そして、宿から半里ほどのある小高い崖の頂上へたどり着き、私はそこでじっと夕闇の迫ってくるのを待っていました。その崖の真下には、汽車の線路がカーブを描いて走っている。線路の向こう側は、こちらとは反対に深い険しい谷になって、その底にちょっとした谷川が流れているのが、霞むほど遠くに見えています。しばらくすると、あらかじめ定めておいた時間になりました。私は誰も見ているものはなかったのですけれど、わざわざちょっとつまずくような格好をして、これもあらかじめ探し出しておいた一つの大きな石ころを蹴飛ばしました。それはちょっと蹴りさえすれば、きっと崖からちょうど線路の上あたりへ転がり落ちるような位置にあったのです。私は、もしやり損なえば、幾度でも他の石ころでやり直すつもりだったのですが、見ればその石ころはうまい具合に一本のレールの上に乗っかっています。半時間の後には、下り列車がそのレールを通るのです。その自分にはもう真っ暗になっているでしょうし、その石のある場所はカーブの内側なのですから、運転手が気づくはずはありません。それを見定めると、私は大急ぎで M 駅へと引き返し、半里の山路ですから、それには十分30分以上を費やしました。そこの駅長室へ入っていって、大変ですと、さも慌てた調子で叫んだものです。私はここへ湯治に来ているものですが、今、半里ばかり向こうの線路に沿った崖の上へ散歩に行っていて、坂になったところを駆け下りようとする拍子に、ふと一つの石ころを崖から下の線路の上へ蹴落としてしまいました。もしあそこを列車が通れば、きっと脱線します。悪くすると、谷間へ落ちるようなことがないとも限りません。私はその石を取り除けようといろいろ道を探したのですけれど、何分不安内の山のことですから、どうにもあの高い崖を下る方法がないのです。で、ぐずぐずしているよりはと思って、ここへ駆けつけた次第ですが、どうでしょう。至急あれを取り除けていただくわけにはいきませんでしょうか。と、いかにも心配そうな顔をして申しました。すると駅長は驚いて、それは大変だ。今下り列車が通過したところです。普通ならあの辺はもう通り過ぎてしまった頃ですが、というのです。それが私の思うツボでした。そうした問答を繰り返しているうちに、列車転覆、死傷数知らずという報告がわずかに各地を脱して駆けつけたその下り列車の車掌によってもたらされました。さあ、大騒ぎです。私は行きがかり上、一晩 M の警察署へ引っ張られましたが、考えに考えてやった仕事です。手落ちのあろうはずはありません。無論、私は大変叱られはしましたけれど、別に処罰を受けるほどのこともないのでした。後で聞きますと、その時の私の行為は、
刑法第129条とかにさえ、それは500円以下の罰金刑に過ぎないのですが、当てはまらなかったのだそうです。そういうわけで、私は一つの石ころによって少しも罰せられることなしに、あれは、そうです。17人でした。17人の命を奪うことに成功したのでした。皆さん、私はこんな風にして99人の人命を奪った男なのです。そして、少しでも食い入るところか、そんな血生臭い刺激にすらもう飽き飽きしてしまって、今度は自分自身の命を犠牲にしようとしている男なのです。皆さんは、あまりにも残酷な私の所業に、そのように眉をしかめていらっしゃいます。そうです。これらは普通の人には想像もつかぬ、極悪非道の行いに相違ありません。ですが、そういう大罪悪を犯してまで逃れたいほどの、ひどい退屈を感じなければならなかったこの私の心持ちも、少しはお察し願いたいのです。私という男は、そんな悪事をでも企む他には、何一つこの人生に生きがいを発見することができなかったのです。皆さん、どうかご判断なすってください。私は狂人なのでしょうか？あの殺人狂とでもいうものなのでしょうか？かようにして、今夜の話での、ものすごくも奇怪極まる身の上話は終わった。彼は幾分血走った。そして、白目がちにドロンとした狂人らしい目で、私たち聞き手の顔を一人一人見渡すのだった。しかし、誰一人これに答えて、批判の口を開くものもなかった。そこには、ただ薄気味悪く、チロチロと瞬くろうそくの炎に照らし出された7人の蒸気した顔が、微動さえしないで並んでいた。ふと、ドアのあたりの垂れ絹の表に、ちかりと光ったものがあった。見ていると、その銀色に光ったものが、だんだん大きくなっていった。それは銀色の丸いもので、ちょうど満月が密雲を破って現れるように、赤い垂れ絹の間から徐々に全き円形を作りながら現れているのであった。私は最初の瞬間から、それが九死女の両手に捧げられた我々の飲み物を運ぶ大きな銀盆であることを知っていた。でも、不思議にも万象を無限化しないではおかぬこの赤い部屋の空気は、その世の常の銀盆を何かサロメ劇の古井戸の中から奴隷がぬっと突き出すところのあの預言者の生首の乗せられた銀盆のようにも幻想せしめるのであった。そして銀盆が垂れ絹からできってしまうと、その後から清流塔のような幅の広いギラギラしたダンビラがにょいっと出てくるのではないかとさえ思われるのであった。だがそこからは唇の厚い半裸体の奴隷の代わりにいつもの美しい九死女が現れた。そして彼女がさも快活に7人の男の間を立ち回って飲み物を配り始めると、その世間とはまるでかけ離れた幻の部屋に世間の風が吹き込んできたようで、なんとなく不調和な気がしだした。彼女はこの家の開花のレストランの華やかな兜と乱水とキャーというような若い女のしだらない悲鳴などをふわふわとその身辺に漂わせていた。そら、撃つよ。突然 T が今までの話し声と少しも違わない落ち着いた調子で言った。そして右手を懐中へ入れると、一つのキラキラ光る物体を取り出してぬーっと九死女の方へ差し向けた。あっという私たちの声と、バンというピストルの音と、キャッとたまぎる女の叫びと、それがほとんど同時だった。無論私たちは一斉に席から立ち上がった。しかし、ああ、なんという幸せなことであったか。撃たれた女は何事もなく、ただこれのみは無残にも打ち砕かれた飲み物の器を前にして、ぼんやりと立っているではないか。はっ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 は。T 氏が狂人のように笑い出した。おもちゃだよ、おもちゃだよ。はっはっはっは。花ちゃん、まんまと一杯食ったね。はっはっはっは。では、
今なお T 氏の右手に白煙を吐いているあのピストルは、おもちゃに過ぎなかったのか。まあ、びっくりした。それ、おもちゃなの？ T とは以前からおなじみらしい旧止女は、でもまだ唇の色はなかったが、そう言いながら T 氏の方へ近づいた。どれ、貸してごらんなさいよ。まあ、本物そっくりだね。彼女は照れ隠しのように、そのおもちゃだという6連発を手に取って、富み込みしていたが、やがて、悔しいから、じゃあ、私も撃ってあげるわ。言うかと思うと、彼女は左腕を曲げて、その上にピストルの筒口を置き、生意気な格好で T 氏の胸に狙いを定めた。君に撃てるなら、撃ってごらん。T 氏はニヤニヤ笑いながら、からかうように言った。撃てなくってさ。バン。前よりは一層鋭い銃声が部屋中に鳴り響いた。なんとも言えぬ気味の悪いうなり声がしたかと思うと、T 氏がぬっと椅子から立ち上がって、ばったりと床の上へ倒れた。そして、手足をバタバタやりながら、苦悶し始めた。冗談か。冗談にしてはあまりにも真に迫ったもがきようではないか。私たちは思わず彼の周りへ走り寄った。隣にいた一人が卓上の食台を取って苦悶者の上に差し付けた。見ると T 氏は蒼白な顔を痙攣させて、ちょうど傷ついたミミズがくねくね跳ね回るような具合に体中の筋肉を伸ばしたり縮めたりしながら夢中になってもがいていた。そしてだらしなくはだかったその胸の黒く見える傷口からは、彼が動くたびにたらりたらりと真っ赤な血が白い皮膚を伝って流れていた。おもちゃと見せた6連発の第2発目には実弾が装填してあったのだ。私たちは長い間ぼんやりそこに立ったまま、誰一人身動きするものもなかった。奇怪な物語の後のこの出来事は、私たちにあまりにも激しい衝動を与えたのだ。それは時計のメモリから言えば、ほんのわずかな時間だったかもしれない。けれども、少なくともその時の私には、私たちがそうして何もしないで立っている間が、非常に長いように思われた。なぜならば、そのとっさの場合に、苦悶している負傷者を前にして、私の頭には、次のような推理の働く余裕が十分あったのだから。意外な出来事に相違ない。しかし、よく考えてみると、これは最初からちゃんと T の今夜のプログラムに書いてあった事柄なのではあるまいか。彼は99人までは他人を殺したけれど、最後の100人目だけは自分自身のために残しておいたのではないだろうか。そして、そういうことには最もふさわしいこの赤い部屋を最後の死に場所に選んだのではあるまいか。これは、この男の奇怪極まる性質を考え合わせると、まんざら見当外れの想像でもないのだ。そうだ。あのピストルをおもちゃだと信じさせておいて、急死女に発砲させた技巧などは、他の殺人の場合と共通の彼独特のやり方ではないか。こうしておけば、下手人の急死女は少しも罰せられる心配はない。そこには私たち6人もの証人があるのだ。つまり、T は彼が他人に対してやったと同じ方法を、被害者は少しも罪にならぬ方法を、彼自身に応用したものではないか。私の他の人たちも、皆それぞれの考えにふけっているように見えた。そして、それはおそらく、私のものと同じだったかもしれない。実際、この場合、そうとより他には考え方がないのだから。恐ろしい沈黙が一座を支配していた。そこには、うっぷした急死女のさも悲しげにすすり泣く声が、しめやかに聞こえているばかりだった。赤い部屋のろうそくの光に照らし出された、この一条の悲劇の場面は、この世の出来事としては、あまりにも無限的に見えた。
突如、女のすすり泣きの他に、もう一つの異様な声が聞こえてきた。それはもはやもがくことをやめて、ぐったりと死人のように横たわっていた T 氏の口から漏れるらしく感じられた。氷のような旋律が私の背中を這い上がった。その声はみるみる大きくなっていった。そしてはっと思う間に、瀕死の T 氏の体がひょろひょろと立ち上がった。立ち上がってもまだ、という変な声はやまなかった。それは胸の底から絞り出される苦痛のうなり声のようでもあった。だが、もしや、やはりそうだったのか。彼は意外にも最前からたまらないおかしさをじっと噛み殺しているのだった。皆さん。彼はもう大声に笑い出しながら叫んだ。皆さん、わかりましたか？これが。すると、これはまたどうしたことであろう。今の今まであのように泣き入っていた急死女が、いきなり快活に立ち上がったかと思うと、もうたまらないというように、体をくの字にして、これもまた笑いこけるのだった。これはね。やがて T 氏は、あっけに取られた私たちの前に、一つの小さな円筒形のものを手のひらに乗せて差し出しながら説明した。牛の膀胱で作った玉なのですよ。中に赤インキがいっぱい入れてあって、命中すればそれが流れ出す仕掛けです。それからね、この弾丸が偽物だったと同じように、さっきから私の身の上話というものはね、初めからしまいまでみんな作り事なんですよ。でも、私はこれでなかなかお芝居はうまいものでしょ。さて、退屈屋の皆さん、こんなことでは皆さんが始終お求めなすっているあの刺激とやらにはなりませんでしょうかしら。彼がこう種明かしをしている間に、今まで彼の助手を務めた急死女の起点で開花のスイッチがひねられたのであろう。突如真昼のような電灯の光が私たちの目を幻惑させた。そしてその白く明るい光線はたちまちにして部屋の中に漂っていたあの無限的な空気を一掃してしまった。そこには暴露された手品の種が醜いむくろを晒していた。緋色の垂れ絹にしろ、緋色の絨毯にしろ、同じテーブル掛けや肘掛け椅子、果てはあのよしありげな銀の燭台までがなんとみすぼらしく見えたことよ。赤い部屋の中にはどこの隅を探してみても、もはや夢も幻も影さえとどめていないのだった。